こんにちは、日本語クラスです。こんにちは。声が聞こえますか？こんにちは、日本語クラスです。今日はライブでお話しします。今日のテーマはビジネス日本語です。はい。ですが、ポッドキャストです。はい。そしてスライドが少ないので、皆さんぜひ耳で聞く練習だと思ってお話を聞いてください。はい、よろしくお願いします。はい、では今日はですね、そうですね、ビジネス日本語ですね。で、今日実は、私のビジネス日本語のズームレッスンがありました。はい、ズームの授業をやっています。はい、それで今日授業をやって、やっぱり面白いなと。ビジネス日本語ってあの確かに言葉難しいんですけど、一番大事なことって言葉とか難しいビジネス日本語のそういう敬語とかそれではなくて、やっぱり文化を知っている日本人の文化というか考え方ですね。それを知っているか知らないかでうまく日本人と仕事ができるか、それか嫌われるか、はい、もうあなた外国人ですねと思われてしまうかがやっぱり決まるなというふうに今日また思いました。はい、ですので、もし敬語がとっても上手に使えるとか、例えば JLPT N1 を持っているとか N1 以上のレベルですと言っても、日本人と本当にうまくコミュニケーションが取れないと仕事はうまくいかないですね。敬語を使って丁寧に話せば、それでコミュニケーションも100% うまくいきますというわけではないです。そこがやっぱり面白いなというふうに今日また思いました。はい。ですのでちょっと例を挙げながらお話ししたいなと思います。はい。あと最近クラスで勉強してることとかね、話したことがないので、ちょっと今日話せたらいいかなと思います。はい。で、ちょっと今写真を見ていただきたいんですが、これを見ると女の人がね、熱を測っていますよね。多分熱があるということですよね。そうそう。ちょっとここで皆さん考えてほしいんですが、皆さんがもし会社で働いている人だったとして、その日仕事がある。でも朝起きたら熱があった。はい。体調が良くない。体の調子が良くないという時に、もうちょっと仕事に今日は行かれないと、もう自分で思っている時、どうしますか？どうしますかっていうかね。そう。でももう会社休みたいんですね。そう。で、ここで大事なのは、電話をかけるということは大事です。はい。電話で自分の上司に電話をかけて、今日は休みたいということを話しましょう。はい。で、それはいいんですよ。それはね、皆さん知ってるはず。だけど、そこで何と言って休みをもらうか、というところが今日の大きな質問です。私からの質問です。これ今ちょっと考えてほしいんです、皆さん。自分の国で働いていたらってまず考えてください。ちょっと日本でとかじゃない。日本の会社でと考えなくていいです。今、自分が自分の国で働いていて、休みたい時、体調が悪い、はい、体の調子悪くて休みたい時、電話で上司に、上司は上の人ですね、何と言って休みますか？自分の国の言葉でいいですよ。何と言う？はい、ちょっと今考えてみましょう。何て言うかなって、何と言っ
って休みたいことを上司に言うかですね。上司はボスです。ボス。はい。ちょっとイメージできました？決めました？こうやって言うって。それから普通はこうやって言います。みんなこうやって言いますっていうのがありますよね。うん。OK ですね。考えましたね。自分の国だったらこれだってね。OK です。じゃあ、日本の場合だったらどうかというのをちょっと考えてみましょうか。もしあなたがというか、じゃあ上司が日本人だったらと考えましょう。そうですね。もう上司が日本人だったら、その日本人の人はやっぱり日本の文化とか日本人としての考え方とか日本人らしいビジネススタイルで教育されてるはずです。はい。だから、日本人が相手だったら何と言うかっていうのをちょっと今考えてみてください。どうです？休みたいんですね。それって今考えたこと言い方は自分の国の言い方と同じですか？自分の国の同じ国の人、自分の国でですね、いろんな国の人いるかもしれないから、自分の国だったらこれがよくあるっていう言い方と、相手が日本人、または日本らしい会社と思ってもいいですね。その方がいいかな。日本らしい、日本らしい文化が残っている会社に働いている時に何というかはどうですか？その2つの言い方は同じですか？ちょっと今いいですよ、考えて。で、同じだっていう人もいると思うし、いや違います、それぞれ別の言い方をしますっていう人もいると思うんですね。そうそう。で、じゃあちょっと紹介しましょう。もし日本のスタイルの会社だった場合、何というかというのですね。会社を休みたい。はい。体調が悪い。熱がある。はい。そういう時ですね。風邪をひいたとか、そういう時ですね。はい。例えば、日本のビジネスの本に書いてある。そして、インターネットで調べてもよく書いてある言い方は、例えばこれですね。日本人はこうやってとか、上司が日本人または日本スタイルの相手だったらこうやって言った方がいいっていうのがあるんですね。いきます。申し訳ございません。熱があるので本日はお休みをいただけませんでしょうか、という。それか本日は本日は休んでもいいですか、とか、本日は休ませていただけませんでしょうか、という。はい。これがよくある言い方なんですね。休ませていただけませんでしょうかというの。敬語ですね。難しいんだけど、これ簡単に言ったら、休んでもいいですかの言い方ですね。何々してもいいですか。例えば、そうですね。ここに何か飲み物があって、それを飲んでもいいか、飲んではいけないかというのを聞くとき、すみません、今喉が渇いてるんですけど、それを飲んでもいいですかって言ったら、飲んでいいですよって言われたら飲むし、ダメですよ、それは別の人のです、あなたのじゃありませんと言われたら飲むことできないですね。だから、何々してもいいですかっていう聞き方、休んでもいいですかとか、休ませていただけませんかというのは、意味はこれはいいかダメかを聞いてる言い方ですね。
でもよく考えると、もう熱があるとか、もう体の調子が悪い、だから休んでいいですかって言って、いや休んではダメですと言われたら困るんですね。そうっていやちょっとダメだよ、今日は休んではダメだよと言われると、いやちょっとそんなと思うし、だったら最初から休みますって言いたいですよね。すいません、今日は熱があるのでお休みしますって言いたいですよね。そしたら、あ、そうですか、休むんですね、わかりましたと上司が言うかもしれないです。でも日本の場合はそれはあまり良くないと考えられています。はい。ただこれ絶対そうです、100% そうですではないんですけど、やっぱりでも多くの日本の会社、そして日本で育ったような人が多い会社とか、上司がもう本当にずっと日本にいますっていう、体の中に日本の文化が入ってる人だった場合は、やっぱり休んでもいいですかとか、休ませていただけませんでしょうかと、休んでいいか悪いかを聞く、はいかいいえを聞きたいっていう言い方をするというのが大切になります。そしてこれ実際は日本人は日本人の上司もこんなね、熱があるから休みたいと言ってる、休んでもいいですかと言われたら、ダメだよ、ちょっと薬飲んで少し何時間か寝たら午後から来られるでしょって、そんなことはあんまり言わないですよ。それはひどい、強すぎますから。実際は上司も、休ませていただけませんかって言われたら、そうですか、大丈夫ですか、休んでくださいと言うんですね。そう、答えは決まってるんです、大体は。そんないつもいつも休んでなかったら、そうですか、休んでくださいと、はい、いいですよと答えてくれるのに、日本人は最初から休みますとは言わないで、休んでもいいですか、何々してもいいですかっていう言い方をして休みをもらうんですね。でこれが今日も授業でクラスの皆さんとお話ししてて、やっぱり面白くて、自分の国では1日休むぐらいだったら、今日は熱があるのでお休みしますって言いますっていう、私の国ではそれでいいですっていうふうに話してくださった方もいらっしゃって、やっぱりそうだよなと思って、なのに日本だって休みますって言ってもいいじゃないって私は思うんですけど、だってもうあなたいや来てくださいって言わないし、一日休むぐらいだし、他の人に今日休むからちょっと私の仕事をお願いすればいいし、いつも休んでるわけではないしっていうね、あるんですけど、これはですね、やっぱりですね、こういうところが日本の文化というか日本人の考え方が出ている部分だなと思うんですね。やっぱり上司の人は今日休みますと部下から下の人から言われると、すごく自分のことしか考えていないなこの人、自分勝手って言うんですけど、自分のことしか考えてないなって思ったり、どうしてあなたが休みますってあなたが決められるんですかって思ったりするらしいんですね。そして私も自分で今まで休みたい時は何々してもいいですか、今日は体調が良くないのでお休み
お休みしたいんですがよろしいですかとかよろしいでしょうか、やっぱりいいですかっていう言い方をするんですね、私も。でそれじゃなくて今日は休みますよろしくお願いしますなんていうことは一回も言ったことがないです、私も。やっぱりその言い方をしたら失礼だって思うんですね。だからでも国によってはいや休みますでいい、そんな風に休んでもいいですか、はいですか、 OK ですか、ダメですかって聞かないでください、変ですって思う国もあるから、やっぱりねこれはもし知らなかったらもし国で休みますっていう文化の国の人は日本の会社でも今日は私は休みますって言うと思うんですね。知らなかったら今日は体調が悪いから休みます、だって体調が悪い、頭が痛いとか熱があるとかちゃんと理由があるから、だからいいでしょって思って休みますって思ってそのまま電話で話してしまうと、ここで日本人の上司とミスコミュニケーションが起きる。ミスコミュニケーションっていうのはコミュニケーションでちょっと問題が起きるっていうことですね。そうなのでとても小さな問題に見えるんですが、これは日本人にとってはやっぱり休むっていうことはあまりいいことではないっていうイメージが昔は特に強いんですね。最近は少しその考え方良くない、もっと休んでもいいじゃないか日本人だってっていうイメージあるんですけど、でもどうしてもそれはまだまだ最近そういうふうに言われているだけで、ベーシックには基本的には休むというのはあまり良くないっていうふうに考えられてしまってるんですね。それがいいか悪いかはまた別のテーマなんですけど、だから外国の人が休むっていう時にいいです休みますっていうのはちょっと日本人にはインパクトが強すぎる。ちょっとびっくりしてしまいます。これ私がもし上司で下の人から今日は休みますと、調子が悪いから休みます、すみません休みますと言われたら、もしすみませんと言われても休みますって言われたらちょっと一回相談してほしかったな、ちょっと休みたいんですけど本当にいいですかってやっぱり聞いてほしいなってやっぱり私も思うんですね。だから私もやっぱり本当に日本の文化が体の中に入ってるなっていうふうに感じるんですけど、だからねこういう日本語としては簡単ですよね。どっちを休んでもいいですかもう N4 とかで出てくる文法だし、休みますだってもう N4 とかまたは N5 とかでももう出てきますよね。私は今日仕事を休みます、体の調子が悪いですからって言えますね。だけどそのままその言い方をすると日本人はちょっと嫌な気持ちがしてしまう、人によってはとても嫌な気持ちがします。なんだこの外国人は、君の会社じゃないんだよ、なんで君が休むとか休まないとか決められるんですか、あなたが社長だったらあなたは決められるけどで、やっぱり何も外国の人の文化、どんな文化を持ってるかとかそういうことを全然知らないとすごく気分が悪くなる、っていうことなんですね。だから友達だったらね、これ友達で別に何も仕事とかお金とか関係してないことだったらそんなに注意しなくていいと思うんですが、やっぱり会社となるとすごくこういうことというのは重要になります。大切になりますね。今日休みますって言ってしまった後、すごくその外国の人に
はっきり言うとあまり良くないイメージを持ってしまう、悪いイメージを持ってしまう日本人っていうのは少なくないはずなんですね。日本のこと何も分かってないなとか、日本のことっていうかなんかね、そこまで分かんないかな、きっとその日本人も失礼な人だなって思われるかな。だからこの人は日本語は上手だけど全然日本人の働き方とか、日本人が働く時どういうことを考えているかとか分かってないなとか、やっぱり思われてしまうんですね。悲しいですよね。こんな言い方一つだけでね、全然そんな本当はそうではないのにね。なのでこういう小さなこと、まあ間違いではないんですが、この考え方の違いですね。日本人と皆さんの国での考え方が違うっていうところがすごく大きく影響するので、私のこのビジネス日本語の授業では言い方っていうその敬語とかももちろん勉強するんですけど、それも大事だけどそれだけじゃなくて、やっぱり日本人はじゃあどうしてここで敬語を使うのかとか、どうしてここで丁寧に謝るのかとか、どうしてここでありがとうございますと言うのかとか、あの文化というか考え方ですね。今の日本人の考え方がこういう考え方だから、ここでこういう言葉を使う、ここですみませんと言うとか、逆に少しそこでは怒りながら話すとか、そういうのがあるんですけど、そういうことを結構授業でもお話ししてます。で、私にとってはやっぱり普通のことなんですけど、やっぱりね、自分の国と文化が違う人にとってはって、違うんですねって、知らなかったですっていうことを結構学生さんから聞くんですね。で、時々私もそれはここでびっくりするんですかって、これこれ違うんですかあなたの国とって、同じ、みんなどこの国も同じだと思ってた。で、私がびっくりすることって実は多くて、だからそういう意味でやっぱり何ですかね、文化というか、やっぱり考え方かな。日本人が持っている考え方、仕事での考え方っていうのをインストールするというか、少し知っておかないとコミュニケーションがうまくいかないっていうのが一つとても大きな問題であるなと思いました。ですので今日これはね、ちょっと例としてお話ししたんですね。実は今日これをちょうど授業でやったテーマだったんですね。今日はビジネス電話ですね。電話を会社にかけるというので、今日の一つ目のテーマがこの会社を休む時に上司に何と言って休むかというのをね、まず一つのテーマだったんですね。で、そこでやっぱり私の国と違います、休みますと言います私の国っていう人がいて、やっぱそっかと思って、今日ちょっと皆さんにもね、ポッドキャストでお話ししようと思ってこのテーマにしたんですね。で、今日はその会社を休むとか、あとは会社に遅刻してしまう時ありますよね。起きるのが遅かったってこともあるし、電車が止まっているとか、事故で止まってるとか、そういうこともあるし、そういう時に何と言って電話で話したらいいかというのも勉強しました。あとはもう一つのテーマは、間違い電話をかけちゃった。会社で電話をかけた相手が違う人にかけちゃった。自分が間違えちゃった、ごめんなさいっていう時ですね。で、これを何と言ったらいいかですね。間違えちゃった、ごめんなさいは絶対ダメなんですね。そのビジネス日本語ではない。それを言うと相手が怒ってしまいます。とても失礼な言い方なので、そういうのね、何と言えばいいかという言い方をね、一緒に皆さんと勉強したんですね。
そうそう、今日はこの3つをねやったところだったんですが、ちなみにですね、次ビジネス日本語をするのが、来月なんですね。8月にするんですけど、8月する時の、ですね、テーマが携帯電話にかける時、会社からこの写真みたいに、自分は会社にいるんだけど相手の人の携帯電話にかける、もちろんビジネスの相手ですね。ビジネスの相手の携帯電話にかけるときに、これ注意が必要なんですね。相手が会社にいて電話をかけるときと相手の携帯電話にかけるとき、もちろん会社の携帯電話ですね。会社でもらっている携帯電話とかにかけるときに気をつけることっていうのが実はたくさんあって、これをね来月8月やりますね。携帯電話にかけるとか、そうですね、注意することと、特に例えばやっぱり携帯に電話をかけるってことは何か急いでますよね。何か困ったことが自分にあって早く話さなければいけないっていう時ありますね。ちょっと待ってられない、今会社にいないんですって聞いて、ちょっとダメだ、すぐ連絡取りたいっていう時、どうやって話せばいいかっていうね、これもやっぱり気をつけないと相手に失礼な言い方になってしまいやすいですね。だからね、自分は急いでる、でも相手は外にいる、会社にいないんですね。外で行っていて、どうして今電話してきたんですかってやっぱ思いますよね。でも私はちょっと本当にごめんなさい、急いでるんですっていうのをうまく伝えるのはどうやってやればいいんだっていうね、私急いでますなんていうのは絶対にダメですから、はい、そういう言い方とかねを勉強するんですね。で、あとは上司の携帯電話にかける時っていうのも来月できたらなと思ってます。そうそうそう、やっぱ上司にも、なんで上司もねえ、なんで携帯にかけるの、やっぱり急いでる時ですよね。自分がね何かを確認したいから上司に電話しなきゃみたいな。だけどその時もやっぱり丁寧に話をしないと怒られます。なんで電話してきたのって、ちょっと私今外にいるんだよってね言われちゃうから。そうそうそう、そんなことをやる予定ですね、来月はね。そうそうそう、あとは他もねいろいろあって、電話中、自分が電話していたら他の人から電話がかかってきて、ちょっとそっちの電話に出なければいけない時とかね、そういうのもありますね。はい、何と言えばいいんだろうってね。そうそうとか、そうですね、もし自分が会社で電話を出た時に間違いの電話を自分が取ってしまった。いや、佐藤さんですかって相手が言うから、いやいや違います、この会社違う会社ですっていうのを何と言って話したらいいかとかね、そういうのもやろうと思ってるんですね。だから結構いろんな細かいテーマをいろんなテーマをですね、これからもやろうと思ってます。今までももういろいろやってきているんですが、ただ学生さんはやっぱり一番この一つのテーマについて実際に練習をするんですね。やっぱその練習が一番いいっていうふうにお話ししてました。本でね、本を使うんですけど、本を見てこうやって言いますって書いてあるけど、実際にやっぱり練習しないと使えないんですよ。だから授業の時は私と学生さんでペアになって電話をかけている練習をするんですね。そうそう、だからねやっぱり読んでいてわかるんだけど、読んでいて頭ではわかるんだけど、実際に電話をかけるというふうになるとやっぱりパニックになるらしいです。どうしようって。で、私も結構ちょっと意地悪で本に書いてないことを言ったりして、そうするとそれは本に書いてないのにどうして先生そんなことを言うんだろうみたいな。でも会話を止めてはいけない、話を止めてはいけないルールなので、なんとか皆さん頑張って、私とそのロールプレイっていうんですけど、ロールプレイをします。
うんね、なかなかでもねいつも面白いです。はいですので来月もね楽しみですね。そうそうそう。なのでちなみに言っておくと来月やるのが、8月11日8月11日を予定してます。で今月もまたねビジネス日本語授業あるんですが、それはビジネスメールなんですね。メールの書き方の方を次します。7月の28日ですね。7月28日はビジネスメールですやります。ですので、今は、電話とメールをやってるんですね。でただ、やっぱり今日授業してて思ったけど、その文化じゃないか、考え方か、日本人の考え方をやっぱり本当にもっと分かってもらうことが大事だなっていうふうに今日もやっぱり思ったので、なんでしょうね、その日本人の考え方がこうだから、こういうふうになるっていうのがこういうふうに言うとか、こういうふうに言ってはいけない、こういうふうに言うと嫌われる、嫌なイメージになるとかいうのをもっとプラスアルファでもっともっとそういう話をしていきたいし、そういう資料をね増やしていきたいなというふうに思ってます。だからそれは7月28日にちょっとまたトピック決めてやれたらいいなと思ってるんですね。そのメールもやるんだけど、その日本人の考え方が例えばこういうシチュエーションだとこういうふうに考えるんだけど、多分皆さんの国だと違うからミスコミュニケーションが起きます。気をつけましょう。例えばこんな問題が起きちゃいますよ。例えばとかって、そういうのがね、書いてある本とかもあるんですよ。最近はね、増えてきて、そういう本が増えてきたって思うと、やっぱり、それは外国の人と日本人の間で問題が起きてるっていう証拠、そのプルーフですね。だなっていうふうに思います。だから、本当にね、JLPT N1 持ってる。だけどなぜか日本人とうまくいかないとか、なぜか昼ご飯は一緒に食べましょうと言ってくれないとか、そういうことありますね。それには何かの理由がある、と思った方がいいです。なので本当にね、これは難しいことだなと思います。敬語を勉強するっていうのはね、実は簡単なんですよ。ある意味で。覚えればいいから。なんだけど、やっぱり日本人の考え方を分かるっていうのは、書いてないですね、あんまりね。いろんなとこにね。そう。そして日本人はあんまり言わないから、思ってることね。だから、もしちょっと怒っててもあんまり顔に出さないし、ちょっとそれはあなた失礼ですよとかってほとんど言わないですね、日本人はね。もう見なかったことにする。もうはいはいはい、外国人だからねって思って、もういいやこの外国人もうダメだって心の中で思っているっていう場合もあるんですね、やっぱりね。だから悲しいですね、それはね。だからそういう文化でもあるかもしれない、文化かもしれない。あとやっぱ本当考え方ですかね。そういうのをね、授業ではやっぱり大事にして伝えていきたいなというふうに今日授業をやっていて思いました、私。ですので皆さんもね、ぜひもしよかったら来てほしいなと思うし、これは本当ビジネス日本語の授業なんだけど、本当になんか来てもらうとすごい日本人ってなんだろうっていうことが結構ね見えてくると思うから、
別に日本語使ってないんだけどって人、日本語は仕事で使わないんですけど、でも考え方、日本人の考え方に興味があります、なんかちょっと知りたいですっていう人もぜひぜひ来てほしいなと思ってます。で授業は別に続いてますけど、1回だけ来てみるとかでも全然 OK なので、何ですかね、時々いらっしゃいます。ただ本当ね、大体皆さんも長く続けていらっしゃるんですけど、時々1回だけ来てみるとかでもいいんじゃないかなと思います。で、毎回毎回違うテーマのことを勉強しているので、1回来てみるだけでもなんか面白いかもな、ちょっと趣味みたいな、はい、イメージで来てみるっていうのも面白いんじゃないって私は最近思ってます。はい。前はね、結構なんだろうな、続けてきてくれないと今週はこれしか進まないとか、ちょっとそういうことがあったので、できれば続けてきてほしかったんですけど、今は結構ね、毎回毎回テーマが決まって一回一回で終わるので、いいかもしれない。ちょっと長く続けるのは忙しいとかね、そういう人もいると思うので、そうそうそう。なんで一回ちょっと来てみて、クラスできっともうすぐ皆さん友達ができると思いますので、それも面白いんじゃないかなと思います。はい。やっぱ一人で勉強してても面白くないですね。面白くないというか、やっぱ人と一緒にやった方がやっぱりいろんな意見が聞けて結構楽しいと思います。ですね。そんな感じでした。ですので今日は会社を休む時っていうね、言い方、今日は休みたいですって言えばとっても簡単なんですけど、 N5 でも N5 レベルの人でも言えるんだけど、いやそれだと問題が起きるよ、ミスコミュニケーションが起きちゃうよ、あなたは嫌われるかもしれないよっていうね、ことの紹介でした。これ一つの紹介でこういうことがいっぱいあります。はい。だからそこが怖いですよね。怖いし、そこをそういうところをクラスで、私の授業で見つけてほしい。こういう言い方した方がいいんだってね、見つけてほしいなって思います。はい。日本人とうまくコミュニケーションを取る。皆さんが日本人に好かれるように。そして皆さんが好かれると仕事がやりやすいですね。会社で仕事しやすくなるから。だからそういうふうにしてほしいなっていうふうに思います。はい。ではでは、そんなお話でした。で、クラスのお話はビジネス日本語はこれですね。ビジネス日本語は、毎月2回やってまして、第2と第4の日曜日にやってます。日本時間の16時からやっています。はい。そうですね。詳しくは私のオンラインレッスンのリンクを見てください。リンクは今チャットの一番上にあるし、後でメッセージのところにもこれのリンクを書いておきます。はい。あとは Zoom レッスン他にもあって、会話の練習をしています。これは N3 ぐらいのレベルから入れますね。ですますを使わないで、友達とか恋人とか家族と話すときにどうやって話せばいいかというのを中心に勉強しています。だけどですます使った敬語ですね。敬語の言い方も勉強します。練習します。はい。ただこのですます使わないって結構難しいんですよね、実はね。面白いですね。そう。でこっちは土曜日ねやってます。で朝です。日本時間の朝です。でもう一個はプライベートレッスン。これは皆さんの勉強したいこと何でもどうぞ。JLPT でもいいし、ビジネス日本語を勉強してる人もいますね。会話練習してもいいし、JLPT のリーディング読解を勉強してる人もいらっしゃいます。レベルも N5 から N1 レベルまで、どんな人でも大丈夫です。私が教えます。はい。これはプライベートレッスンなので皆さん一人と私一人です。で時間もまず皆さんがいい時間を教えてください。詳しくはこれホームページに書いてありますので、そっちを見てみてください。
はい。では、これですね。はい。じゃあ、後でここにもリンク出るようにしておこうと思います。はい。じゃあ、皆さん、今日は、私が、何ですか、ずっと話すっていうライブでしたが、はい。聞いてくださってありがとうございます。ですので、ぜひ皆さん、一緒に勉強できたらいいなと思います。はい。メッセージくださった方、ありがとうございます。また、ぜひ一緒に、皆さん勉強しましょう。はい。では、皆さん、楽しい明日を迎えてください。ありがとうございます。